だきます。うまい。好きなことをして生きていきたいっていうのがもうめっちゃあって、これめっちゃ美味しいんですけど、ちょっと今日用事で外に出て帰りに何食べようって思って、でも最近ほんまに食欲止まらなくて、近くにあったバーガーキングによってポテトとこのハンバーガーのセットを買ってきました。これは一応ゼロサイダーです。いただきます。美味しい。うまい。ちょっと今日はこれ食べながら何話そうって考えた時に、よくほんまにめっちゃ聞かれるのがこの韓国留学してる理由と、私みたいに韓国留学したいっていう子とかにこの韓国留学をした後何するのっていうのをね、もうめっちゃめちゃもう毎日 DM 届くっていうぐらいほんまにめっちゃ聞かれるっていうか聞いてもらうから、ちょっとそれについてここでお話ししようかなと思います。急にカメラを回してるから言葉がねまとまってなかったりすると思うんですけど、なんか私はこういう理由で留学をしてるよっていうのを、この動画で伝えられたらなと思います。で、まず韓国留学をしてる理由なんですけど、私はもうまず大前提として生きていく上でも好きなことをして生きていきたいっていうのがもうめっちゃあって、とか言って高校生ぐらいになったらさ、結構さ将来について真剣に考え始めるじゃん。私は韓国が好きじゃん。韓国の何が好きって言われてまたそっから話がこうなるからあれなんですけど、とりあえず韓国が好きで、私が韓国語を学んで韓国語を理解できるようになったら、自分が生活していく中で生きていく中で楽しいって思う瞬間が確実に増えるやろうなって思ったから韓国留学をして韓国語を学んでいるわけで、私はありがたいことに情報を発信するお仕事をしてるじゃん。私も実際留学をしたいなって思った時とかにもう分からんことがいっぱいあったわけ。留学したいけどまず何からしたらいいんとか、留学生活ってどんな感じなんやろうとか、留学するにはどんだけお金かかるんやろうとか、どんな時期から動くんやろうとか、どんだけ休みがあってどんだけ学校に行ってとか、どんだけ行けばどれぐらいの韓国語を話せるようになるのかとか、もうはてな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 みたいな感じだったわけで、全部ねいろいろ調べてやったわけなんですけど、私はささっきも言ったけど YouTube とかもインスタとか TikTok とか何でもそうやけどSNS を通してみんなに何かを届けるお仕事をしてるわけやから、私も留学をする時にはてな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 って感じだったけど、そういう子たちの何かお助けになれればいいなという、参考になればいいなっていう思いもあり、全部含めて韓国留学をしてますって感じなんですけど、急に話したからめっちゃ話まとまってないと思うんで、ちょっと前に TikTok からなんかで書いたことあるんですけど、私本当は大学を卒業したら東京に住もうと思ってたんですよ。もともと地元が関西なんですけど、東京に上京してYouTube とかいろいろそういう SNS を頑張ろうって思ってたんですけど、大学生の時にちらっとね韓国留学してみたいかもっていう感情はあったわけけど、上京しようみたいな感じで思ってたねんけど、もうほんまに内見までしてたよね。東京に住む家の内見とかもして、不動産とかも探してやってたねんけど、話がどんどん状況に進めば進むほど待って韓国留学はみたいな感情が芽生えてきて、私が関西に住んでたじゃん、もともと。で関西から東京に出たとして、東京に出た後に韓国留学っていうのは年齢的にもそうやし、別に何歳から留学できやんとかはないけど、私の人生プラン的に一回東京行ったらその後に韓国留学は現実的に無理かなって思って、待って今やと思って、そっから韓国留学についてバーって一気に学校とか学費とかも全部調べて、
よし韓国留学しようと思って、もう一気に上京から韓国留学にシフトチェンジをしたんですね。で結構ノリと勢いで来たみたいな感じなんですけど、こうノリと勢いで来たって言っても現実的に考えて行きやん時ってあるじゃん。めっちゃそれがお金の面なのか環境の面なのかとかいろいろあると思うんですけど、私はこうありがたいことにお母さんとかお父さんとかがほんまにもうちっちゃい時からもう好きなことをして生きてくださいっていう感じのお母さんとお父さんやったから、環境のあれはあんまなかったんですけど、そういうね、なんかたまに DM とかで韓国留学したいけどとか自分のしたいことをしたいけど両親に反対されたりお金がとかそういうなんかね、いろんな相談なんか悩みみたいな感じのね DM をもらうんですけど、私もうほんまにこれはそうやけどもう環境のせいだけにはしたくなくて、環境って自分が本気出せば変えれると思うの。両親が反対してたとしてもなんで反対するんかは分からんけど、例えばお金の面を心配しててそうなのかとか、なんかいろんな面で反対する部分があると思うんですけど、こうその反対してる部分を何も言わせないっていう何も言わせないぐらいの自分のするべきことを努力だったりそういうのをすればいいじゃんっていうかする努力をしたら変わることもあるよねとは思う。だから自分がほんまにその気になったら韓国留学なんていうものは誰でもできます。本当に美味しそう。ちんちゃ美味しそう。この話は別に参考になるとかそういうんじゃなくて、ただ聞いてほしいっていう感じなんですけど、私はこう今 YouTube をしてるわけで、このね YouTube もずっとね見てくれてる子は知ってると思うんですけど、私もこれをねしたかったお仕事なの、自分が。だから韓国留学が終わっても今まで通りこう YouTube を続けて私はこう生活していくと思うんですけど、だから韓国留学をしたからといって私はその後韓国に就職したいとか韓国の大学に行きたいとかそういう気持ちはないのね。だからその面は全然参考にならんと思うんですけど、韓国で働きたいから留学してますっていう子もおるし、留学を終わった後のこうすることはほんまに人それぞれやけどいっぱいあるかなと思います。けどなんかやっぱさ、これは留学じゃなくても何でもそうやけど、こう何かを始める時、何かを新しいことをする時ってほんまにめっちゃ勇気がいると思うんですよ。けどこう一歩ね、その一歩さえ踏み出してしまえばしんどいことももちろんあるやろうけど、こう自分がほんまにしたいって思ってたことなら楽しいことの方がきっと多い気がする。トータルするとね。それ最初はもちろんなんか周りの目が気になったりうまくいかんこととかが多くても、楽しいって思う瞬間があるならそれでいいっていうか、そんなさずっとさ楽しいわけなんかないじゃん、何してても。それなら自分のしたいことをした方がいいよねっていう感じ。あと私今22歳で今年23歳とかじゃん。でもう学生とかはもう終わったじゃん。まあ今留学生ではあるけど中学生高校生大学生とか終わったじゃん。まあいろんな将来の悩みとかいろんな考えたことがあったけど、今思うのはほんまに何をするにしても決断は早い方がいい。多分それなりにやっぱ若ければ若いほど可能なことも多いというか、やり直しが効くから、高校生とか大学生とかなおさら。めっちゃチーズ。ちょっと冷めてるね。ケチャップやります。ケチャップやります。ここにあるのでちょっと紹介しよう。リップはねこれです。じゃん。エチュードグローフィクシングティンドライチベージュっていう色です。これねめっちゃ最近お気に入りのリップなんですよね。一回もこれ立ってる間に塗り直してない。で次カラコンはこれです。ウォニョンちゃんのやつ、名前は分からんけどこれのアッシュチョコっていう色をつけてます。最近のお気に入り。じゃん、食後のアイスです。甘いもので締めたくなりますね、やっぱり。こちらは約300キロカロリーあります。中のチョコやうまい。あ、カメラの充電切れる。いや、なんか中がちょっと生チョコみたいでめっちゃ美味しい。これめっちゃ美味しいんですけど、お気に入りアイス発見。はい、
カメラの充電が切れました。やばい、ちょっとこれからも楽しくやっていきたいなと思います大丈夫、こんな軽くて。完食。それもごすすめだ。ごちそうさまでした。네, 여러분 오늘의 게스트 사장님 모시겠습니다. 안녕하세요. 네, 놀고 가셨으면 좋겠습니다. 처음입니다. 네. 들어오자마자 제가 왜 긴장이 되죠? 보니까 좀 어때요? 근데 밥 먹는 거 아니야? 불편 아니에요? 짠. 벽골こともらすぎてやばい。 여드름 흉터엔 멜라토닌도 잊지 마. 짠, 全部食べちゃった。じゃん、アイス。じゃん、2つさっき編集しながらあれを食べてて、でなんかもうほんまに食欲止まらなくて2つ目です。大きい方が美味しい。上よ。じゃん、ペダルしました。でこれはまた何円以上みたいなやつで頼まなあかんかったから頼みました。はあ、うまそう。キンパ、これで600円なんやけど。キンパ。じゃあこれはね、卵の中にお肉みたいなのが入ってます。これは何でしょう。うどん。って絶対こぼすんですけど。 말고 되도록 빨리 날짜 잡아달라고 해. 야, 눌러버렸다. 그게 얘 운명인 거. 나 좀 데리러 와줘 지금. 너? 야, 나 가봐야겠다.
す。